買い取ってね、あ、そうなんですか。ここへ移築したんです。ほんで美術館として使ってる。あ、すごい。ほんでこの建物はね、豪農とか金持ちの家じゃなくて普通の百姓の家。50坪のね、普通の百姓の家の一軒なんです。これで普通なんだ。売りに出てたのをね、聞いてね、私がこれをね、そっくり400万で買ってね、ここへ持ってきてね、4ヶ月でね、こうして再現した。あ、すごいすごい。移築で。すごいですね。ほんで私は大阪のものでね、子供の頃から美術とかね、こういう建物が好きだったからね、私貧乏のせがれだったけどね、大学東京行ってね、就職しないと自分で商売東京でしたのがね、うまくいってね、そしてね、子供の頃から美術とかそういうのが好きだったからね、美術館作る人はみんな昔からね、大金持ちが作るもんだと決まってたんだけどね、私貧乏でもね、美術館作る方法があると考えてね、どういうことか言ったらね、自分の目で見てね、売れない画家のね、安い絵をね、売るほどいっぱい儲けたお金で独り占めするぐらい買い占めてね、ほんでその人が人気出るように展覧会してあげたりして、人気出たらね、美術なんか好きな人が結構いるからね、金持ちがね、買ってくれるのが分かってたからね、ほんでね、買ってた絵をね、4億円分売ってこれができた。あ、すごい。すごいですね。須田角太いう画家なの、この絵を描いた人。埼玉県の出身でね、学歴もなくてね、ただ絵が好きで描いてたいうだけの人なの。ほんで私がね、安くてね、いい作品なのに、安いのはおかしいと思ってね、私がね、金儲けてね、この人を売れる画家にしてあげよう思ってね、そういうことをしたの。お金1億円からでね、この人の展覧会ね、48の時にね、してあげたの。それがきっかけで、ブルータスいう本に紹介されてね、ほんで、日曜美術館にも取り上げられたりして、ほんで有名になったの。もう、これはいい。これいいですね。でこの人がね、有名になる前からね、生であったの。売れない画家だったけど、生で通ってたの。なぜか言ったらね、司馬遼太郎がね、週刊誌でね、街道行くのを連載してたの。ほんで、その挿絵をこの人が全部死ぬまで描いたの。けどね、先生の作品のいいのをね、売れない画家だよと聞いて知ってたからね、家にみんな残ってるの知ってたからね、先生のいい作品をね、80点ほど貸してくださいって頼んだらね、貸してあげるからね、美術館ほんなら作るんなら作ってみろ言うからね、私ね、1億円からで大阪で作ってあげたの。できたから見に来てほしいって見に来てね、こんないい美術館を作ってくれたのかいって感激してね、かすんでなくてね、80点飾る絵は全部私が選んでね、私が飾りに来てあげるからね、言うてね、協力してくれた。ほんならその絵もね、かすんでなくて、全部あげる言ってただでくれちゃったの。それが話題になってね、私の美術館に人来るようになっちゃったの。すごいところですね。本当。でこの画家もね、学歴も何にもないの。お邪魔します。私で画家たちがね、死んだらね、こういう字の方がね、有名なの。字の方がね、有名なの。その天遊寺とかね、大遊寺もね、天遊寺はね、書いた字でないんですよ。天いう形をね、紙にハサミで切ってね、後ろの黒いバッグの紙の上に乗せといてね、後ろのバッグもその乗せた紙も一緒に色つけて塗ってね、
紙を剥がしたのがその天佑寺になってる。書もすごいな。やっぱり才能があったんだね、これね。そうね。ほんでそのね、軸装もね、私ね、何でも自分でするのが好きだからね、軸装も何もかもね、全部ね、この美術館の、デザインも何もかも全部自分一人でしてる。ほんで私今もう83歳。あら。61でここにオープンしてる。じゃあ20年ぐらいいらっしゃるね。すごいな。だけど人来ないんですよ。私ね、お客さん2人はね、変わり者だと思う。こんなとこ来る人は普通の人来ない。夫婦だから仲いいから2人で来れるよ。かもしれないですね。面白いよ。日本一ね、30歳から集めてね、有名にしてあげて。ほんで、その人の記念館いうのもね、私、大阪とここで2カ所やってるの、それが記念館だけ。人間国宝になってもね、今の時代はね、誰もね、美術館も誰も作ろうとする人いない時代だ。お金は残してあるはずだけどね、家族がね、そんな美術館作ろうとしないのが今の時代だ。じゃあ私も上を見せていただいていいですか？ああ、どうぞどうぞ。景色もいいんです、上から見る景色がね。ここの場所探すのにね、美瑛にね、3年間来てね、ここに決めたの。で北海道になんで来たかいたらね、土地が安かったの。6000坪が300万で買える値段だった。それにしたって。大阪だからね、長野県にもね、縁があってね、長野県にもね、美術館作った時が小見町のところでね、町が作る美術館をね、協力してほしいってね、私の作品を貸してその美術館できたのね。そこの美術館の設計はね、安藤忠雄に頼んだの。私が作品貸してほしい言うからね、条件がある言うてね、安藤忠雄の設計で作れば貸してやる言うてね、安藤忠雄にね、10億円で作るね、そのお金のね、10億円使ういうのを知っててね、安藤忠雄にね、10億円のね、美術館のね、工事、私がね、あなたに注文するから作ってほしいって作ってあげた。その時もね、私、1円もくれて言わないでね、そんなする男なの。
これどうぞ。これね、こことあまり関係ないんですけどね。はいはい私のことを太郎が書いた文章なんです。司馬遼太郎。はいこれ司馬遼太郎全集にもね、はい載ってる文です。はい。ありがとうございます。はいいただきます。だから私変わり者だからね、司馬遼太郎がね、私のことをね、一冊の死んでから分かったんだけどね、司馬遼太郎の知り合いがね、私が35で大阪へ戻ったからね、司馬遼太郎私が戻った家の近くの人だったからね、私に興味持ってね、私の一生をね、一冊の小説に必ずする言ってくれてたらしいの。死んでから分かった。ここに書かれている大島市。大島私です。大島洋と読みます。陽さん。はい。この6000坪ね、全部私が草抜きしてね、この庭の考えもね、全部自分で作った庭なの。こんな大きな石もね、近所のところでこの石積んである畑の持ち主に頼んでね、ここへ引くから言ってね、みんな分けてもらったの。500円のコーヒー出してね、それが入場料になってるの。大阪のどこに？東大阪。東大阪にええ。で検索すれば出てきますか、ね？出てきます。喫茶美術館に。これと同じ広さ、50坪の広さでね。家は3階建ての家だけどね、1階にそれを設けたの。喫茶美術館にはね。